はい、それではドラム音源の BFD をレビューしていきます。自分はトゥーントラックのドラム音源をメインで使っているのですが、近年この BFD がだいぶ安くセールになることが多く、若いクリエイターの方からこれって買いですかねと質問をいただくことが多くて、自分自身は使ったことないので何とも答えづらかったところでしたので、今回プラグインブティックさんからご提供いただきまして、実際に使用してみてその感想を言っていきたいと思います。で、最初に結論から言ってしまうと、セールで数千円であれば買ってもいいかなと思いますが、定価だとちょっと割高かなと思います。というのも、この音源がリリースされたのはだいぶ前であるというのと、あとはなかなか使い勝手が難しいなと感じました。ですので、特に若いクリエイターの方で歴が浅い方であると、ちょっと難易度が高く感じるかなとも思います。ですので、予算が1万円未満であるというのであれば、ありなのかなとも思いますが、もうちょっと予算足して2万円3万円ぐらい出せば別の音源とかも買えるので、個人的にはそちらの方がいいかなとも思います。ただ音に関しては決して悪いということはないので、使い方次第かなとも思っています。ではまずプリセットをちょっと読み込んでみます。で、いろんなところでプリセットがいまいちだなと、言われたりとかしていて、で実際僕も使ってみて、確かにと感じるところがありまして、というのもまずデフォルトだとこのように、数字から ABC 順に並んでるという感じなのですが、必然的に数字なので60年代ズポップとか70年代とかっていうようなプリセットが上に並んでるので、どうしてもいなたい音だったりとか、やたらペタッとしたヴィンテージな音っていうのが、上に来てたりとかするので、そこでちょっと面を食らってしまうのかなとも思います。ちょっと一番上のやつとかロードしてみましょうか。で、ここで、キットだけ読み込むか、ミックス、このエフェクトとかですね、とかも全部読み込むのかっていうのを選べますので、じゃあキットとミックス合わせて読み込んでみます。で、ドラム鳴らしてみましょう。こんな感じですね。では他の70年代ズファンクとかも聞いてみましょうか。はい、こんな感じでだいぶデッドな音とかが多かったりするので、ここでいまいちかなと思ってしまいがちなのですが、わーっと下がっていって、このプリセットがやたら多いというのも結構逆にちょっと迷ってしまうところかなとも思います。で、個人的に一番いいなと思ったのはだいぶ下の方で、ロック、オルト、スマッシュとか。この辺とかは悪くないのかなとも思ったりします。ただこのエフェクトついた状態でロードすると、何が行われているのかちょっとわからなくなってしまうというところもありますし、元の取り音は決して悪くないので、一回ミックスだけではな、ミックスを含めてではなく、キットだけで読み込んでみるといいかなと思いました。ですので音源を立ち上げ直しまして、この選択するところですね、キットのみにしてロードします。すると先ほどの60年代キットとかも意外と悪くないかもしれません。はい、こんな感じでスノドラムの音ですね。はい、こんな感じで70年代ファンクというのも決して悪い音ではないと思います。で、先ほどロードしたロック、オルト、スマッシュとかもキットだけでロードするとこんな感じのサウンドになっているので、ここからマルチアウトして音を作っていくっていうのが一番いいのかなと思いました。もちろんこの中でエフェクトもかけられるのですが、かなり画面が小さいし、わかりづらいと。例えば EQ をかけますと言っても、このぐらいの、画面の大きさの中でやらないといけないので、かなりちょっとストレスがかかるかなと思いました。もちろん毎回例えばシンバル類はハイを上げますとかローカットしますとかがあればざっくりかけておくのはいいかなと思いますが、細かい例えば Q が細い、こういう EQ とかをやろうとするのであればマルチアウトしてその先でこういうので大きい画面で
やった方がいいかなと思います。で、この中のエフェクトに頼らなくても先ほど聞いたように決してエフェクトがないから迫力がない音っていうわけではないので、まずは何もエフェクトかけない状態、フェーダーも、ゼロの状態でベロシティとかでしっかり表現をつけてあげて、あとはミックスの段階で微調整を加えていくというのが一番使いやすいかなと個人的には思いました。で、良い点としてはできることがすごい多いので、例えばかぶりの音の調整だとかっていうのもできますし、この Tweaks とか使うと、チューニングを変えたりとか、そういうのもできるようになっています。で、あとはマイクとかもたくさん、特にルーム系のマイクはいろいろあるので、実際に生ドラムを録音したことがある方とか、生ドラム録音した素材を扱ったことある方であれば結構楽しめるかなとも思います。もちろんイコール上級者向けという感じもありますね。あとは収録されてる太鼓の音ですが、例えばスネアであればこのような感じでかなりたくさんの種類が収録されています。個人的にはこのような感じで実際のメーカーとかそれがわかるような名前が書いてある方が好みでしたが、人によってはメタル、ポップ、ロックとか書いてある方がジャンルでわかりやすいよって場合もあると思うので、それが半々で収録されているので、どちらにも対応しているかなと思います。そしてキックとかも非常にたくさんありますね。キック単体とかでも聞いてみましょうか。かぶりがちょっと入っていますが、例えばロックキック。こういったデッドな音もありつつ、こういった吸い付くような音もあります。で、ものによっては、確かかなりアンビエントが大きい音とかもあるはずです。これは今オンマイクのみで聞いていましたが、アンビエントも含めると、こんな感じでビッグな音なバスドラムとかもあったりするので、サウンドの幅は非常に広いと思います。ですので、純粋に収録された音の質、そして音の種類という意味では、これが数千円で手に入ると考えると非常にお得であるとも言えますね。おそらくこの数千円の価格帯だと、キックとかも2、3種類とか、スネアもそのくらいで、タムとかはもう1種類に固定とか、そういう場合も多いので、で、あとシンバルとかもですね、結構たくさんありますので、選ぶのが楽しいかなとも思います。で、いろいろ使ってみた結果、自分なりにちょっとプリセットを作ってみました。で、こちらは、無料でダウンロードできるように概要欄に貼っておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。で、どんな感じのプリセットかというと、基本的にシンプルに、先ほどの理論であんまりエフェクトをたくさんかけてないよというところですね。このような感じで、アンビエントとあとシンバルまとめたものに、軽く、ローカットとか、上げたりとかっていう、あとはちょっと共鳴しているようなコーンっていうところをちょっと削ったりとかやってますが、基本的にはそのくらいで、太鼓類もいろいろかけているようには見えますが、これソロで聞いてみると大して変わってないはず。これがエフェクトありで、これなしなんで、ちょっと微調整っていうぐらいですね。で、スネアに関しては EQ だけでやってます。ちょっと上の方と軽く下の方とか上げたぐらいで、コンポも入れようと思ったんですが、入れてもいいし入れなくてもいいしという感じですね。なので、最低限のテンション下がらないぐらいの音作りはしてあるので、あとは曲に合わせて各々が調整して使いやすいようなバランスにしています。ちょっと聞いてみましょう、全体で。で、OK ありで聞いてみましょう。はい、こんな感じのプリセットを作ってみましたので、もしよかったら使ってみてください。エフェクトにこんな頼らなくても、こんな感じの音になるというのが分かっていただけたらと思います。はい、以上が BFD の
ざっくりレビューになります。かなり頻繁に数千円になるセールをやっている印象ですので、もし購入迷っている方がいらっしゃいましたら参考にしていただけましたら幸いです。こちらのチャンネルではこういった機材のレビューや作編曲について解説しておりますので、もしいいなと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。